どうも、ベトナム在住のウキツです。今日もね、このスーパーカブ、錆止め塗装とあと別の場所のね、錆取りとか作業していきたいと思います。2日前にね、このハルトってやつを塗って、置いとくとね、こんな風に白くなってます。これがね、まあちょっと茶色いところがあったりね、こっちの方は色が変わってないのか、なんか黒くなったりする時もあるんでね、よくわからないんですが、まあ多分これでね、錆止めになってんじゃないかなと思います。これね、裏から見るとこんな感じですね。まあなんかすごいまだらだし、茶色いとこ黒いのか、液がかかってないことはないと思うんだけどな。びしょびしょに濡らしましたからね。まあもうね、この上から錆止め塗装を塗っていきます。ちょっとね、取った方がいいのか、これ触ると白くなるんだよな。まあでもこの上からね、色塗っちゃいます。錆止め塗料ですね。こいつをね、はけ塗りしていきたいと思います。こんな感じじゃないのかい。上側からもね、塗っておきます。これね、今一度塗り終わったところで、乾かしてる間にね、後ろ側をね、錆落とししようと思ったんですけども、小雨が降ってきちゃいました。なんで一旦作業中断ですね。今日作業できるのかな。まあいいや、ゆっくりね、一つずつやっていきましょう。特にここはね、見えないけど重要な場所なんで。雨の方止んだんでね、錆止め塗装2回目いきたいと思います。ちなみにね、ハケ、私は最近水の中につけてまた使ってるんですけども、さすがにこの中にね、水が入ると困るんで、毎回新しいの使っていきます。こんなもんでいいんじゃないのかな。次はね、ちょっと先にこの周りをきれいにしておきたいと思います。これベアリングレースが入ってないんでね、きれいにして塗装する前にベアリングレースはめてしまいたいんですよ。ちなみにね、最近カブはこのテーパーローラー入れてるんですけども、今回はね、普通のタイプにしたいと思います。まあその説明はね、また今度しますが、まずは掃除ですね。またこいつでやっていきます。マスク忘れたマスクしないとね、粉塵がすごいです。こっちの方がね、良さそうです。ちなみにこれね、エアクリーナー、もともとはここに筒が出てて、胃袋みたいなねやつがつくやつだったんですが、塞いであって
横からねその後のボックスタイプのに書いてあります。まあまあ落としていきましょう。いや、ここもねサビ落ちんね。こんなもんでいいでしょう。こんなもんやな。さあ、それでベアリングさんはどこよ。別ね、緩くなってることはないと思うんだけど大丈夫ですね。反対側はよいしょ。ね、こっち側も大丈夫やね。それじゃあね、これはまたいつものように冷凍庫に入れて、で塗装する前にねはめたいのは、要は熱してから入れたいんで塗装する前にしたいんですよ。なんでね、今日はこんなとこかな。最近はちょっと細切れですが、今日はここまでです。それではまた。まあ、もうちょい頑張って掃除しとこうかな。あ、違った一個忘れてた。終わらしちゃダメじゃん。ここもね、こいつを塗っておきたいんですよ。した。なくなった。じゃあこれで本当にね、今日はここまでです。それではまた。